ですね、ここ数日は、前にもお話ししましたけど、ダーニングにずっとハマっていてですね、でこのスウェット、議員ちょっとや、このスウェット穴だらけだったやつをお見せしたんですけど、前回。こんな感じでね、結構、議員邪魔でしょ。穴が、まあ、ほぼ全部塞がりました。まだね、ちょっとね、この袖口のとことかが、ちょっと擦り切れてるんで、それをもうちょっとね直したら終わりなんですけど、なんかね可愛くなりました。この通り。ちょっと後で別で撮った方がいいかな。でこれあの正しいやり方はあの YouTube とか、まあ、検索すればいくらでもねちゃんとした上手な人が作ってる動画があると思うんで、僕なりにね掴んだコツというかポイントをね、ちょっと食べたいなこれ。ちょっと待ってくださいね。ちょっとよ、ちょっとだけ。さっき食べたでしょ。はい、じゃあちょっとあげようか。僕なりに掴んだダーニングのコツというのが何個かありまして、僕最初刺繍糸を使ってたんですよ。で刺繍糸がそのまま使うと太すぎるから、ちょっと何本かずつに分けてやったりしてたんですけど、どうやら刺し子用の糸の方がなんか強いし、なんか太さが刺繍糸よりちょっと細くて、なんか汎用性が高いんですよね。こういうセーターでもいけるし、こういうスウェットシャツでもいける。まあ調整は必要なんですけど、ものによるし、刺し子糸がなんかすごく使いやすかったですね。でさらにすごいいいのを見つけたんですけど、こういう糸を使ってるんですよ。グラデーションで色がこう変化してる、こういう糸、これを使うことでこのように勝手にね、なんかこう、なんていうかな、これもこのピンクのところはこのピンク系のやつで縦糸も横糸もやってるんですけど、これでやるとこの縦と横の色の組み合わせで迷わずに済むし、なんだろう、もう色彩のセンスとか不要なんです。勝手に可愛く仕上がるんですね。でまあなんかなんか偶然に頼るところも、結果が偶然の結果が得られるのが面白かったですね。で前の動画でもコメントでアドバイスいただいたのを取り上げましたけど、その裁縫っていうよりも織物なんですよね。だからそこを意識して、あれもう食べたの、そこを意識して、この横糸を通す時にこうきっちりとこう押さえてあげるのが大事だと思う一方で、でもまあそこまできちっとやんなくても、なんか割とヨレヨレになっても、まあそれはそれでなんか可愛いんですよ。なんか、結構あんまりね、本当はねちゃんと四角くしたいんですけど、なかなかうまくいってるやつもあるんですけど、やっぱりねちょっとよれちゃったりしてるんですけど、まあそれはそれでもうこういうものなんで、
でまあ別にねこれは物を大事にしようとか丁寧な暮らしをしようとか別にそういうことではなくてですね、ただなんかまあ可愛くないですかっていうだけの話なんで面白そうだなと思ったら、これやってみるといいと思います。初期投資が本当にね少なくて済むし、この僕はこれわざわざあんな大げさに丸太から斧で作りましたけど、別にこれがなくてもコメントでもありましたけど電球を使ったりとかガチャガチャのカプセルを使ったりとか、まあこういうなんかツルツルして丸いものだったらこのくらいの大きさでね何でもいけると思うんで、なんかやってみてください。なんかこういう椅子だったり机だったり、まあこの小屋自体もそうなんですけど、僕が作り始めた時ってもううまくいくかどうかは全く分かってなかったんですよ。で割とねあのうまくいくかどうか分からないから手がつけられないっていう人って結構多いと思うんですよね。そういう人なんかこんな小屋を建てるなんてすごく基礎とかきっちりしなきゃいけないんじゃないか、それをちゃんと調べてきっちり準備しなきゃっていうのを考えすぎて手をつけられないっていうのはすごくもったいないことだと思うんですよね。だからうまくいくか失敗するかなんてもうやってみなきゃ本当に分かんないんで、まあねそのなるべく失敗するリスクを減らしたいっていうのはその気持ちも分かるんですけど、とりあえずはうまくいけば儲けもんぐらいのつもりでなんかやったらいいんじゃないですかね。やってみてうまくいかなかったな向いてないなってまた別のことに挑戦するのもいいし、うまくいくまでしつこく粘ってもいいし、別にねそれは怪我したり人に迷惑をかけたりするようなリスクがあるなら別ですけど、それがないならねもうなんかいろいろやってみりゃいいんじゃないかなと思います。僕もサックスも始めて2年経ちましたけど、ちょうど2年前のあの日にサックスをやろうと思い立って実際に始めてねすごく良かったなと思ってます。もうねそのおかげでもうサックス歴が2年なんですよ。で今52歳だから60歳になる頃にはねもうサックス歴10年になるわけだし、何事もね10年続ければそれなりのレベルまでは、10年別にだらだらやってちゃダメですけど10年きっちりやればそれなりのレベルにはいけると思うんでね。それがね、向き不向きあるんで、だからやってみないと分かんないんですよね。やってみないと向いてるか向いてないかすら分かんないし、だから僕もねそのサックスはね向いてると自分では思うんですよ。ピアノとかギターもねすごく憧れてやってはみたんですけど、やっぱりサックスの方がなんか上達のスピードが速いんで、多分それは向いてるってことなんだろうなと思います。とりあえずねそうこのダーニングやるならこの刺し子用の糸がおすすめです。概要欄にこの商品について貼っとこうかな。なんかこれ確かね400円しないぐらいなんですよ。300いくらぐらいだったかな。この糸すごくいいです。銀棒、外寒いよ銀棒。よいしょ。ほら大人気の銀棒。
ゴロンゴロン言ってるな。音を聞かせたい。